と思います。いいですかね。はい。ちょっと早いかな。時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。ちゃんと声とか聞いてますでしょうか？聞こえてますでしょうか？一応ですね、僕の方で、さっき10時まで、しめじいさんどうもこんばんは。よろしくお願いします。いつもジャストでありがとうございます。僕の方でさっき10時ぐらいまで、音声、いつも何も言わずもがなってやつですね。ありがとうございます。言わずもがなとか言って。さっき10時ぐらいまでですね、試験をさせていただいてました。このパソコンで、今使ってるパソコンで、FX と仮想通貨の方の、ライブのもう一個のチャンネルをね、どうやって動くかなということでやっておりました。まあ、ちょっとやりたいなと思っていて、何台ぐらいまで、ちゃんとこう24時間で、まあ、もともと僕CFD の今ちょうど動いてると思うんですけど、チャンネルはい。と、FX のチャンネル両方こう出したいなと思ってまして、合わせて CFD っていうのはもともとFX の株版ということで、FX ってどうしてもこうドル円とかね、そういうイメージがあると思うんですけど、株と FX っていうか先金決済って言って混ざってるわけなので、まあ言ってみれば CFD の方がですね、株をやっていらっしゃる方が CFD を興味を持ってもらうのもあるんですけど、意外に FX の方から CFD に来るっていうのは意外に少ないみたいなんですよ。多分ですけど、まあレバレッジとかはあれなんですけど、やっぱ株ってファンダメンタルっていうかいろんなこう経済指標とか、まあ FX でもあるんですけど、経済指標が結構あるじゃないですか。まあ一つずつの会社のPBR とかね、PR とか覚えることとか多いと思うんですよね。だから多分 CFD って好きな人じゃないとすごくこう高度っていうか、それだけで高度だと思うんですよね。株っていうのは投資してる人は何も例えば考えずに積み立てをしている方とかもいらっしゃるし、だけどレバレッジがかかっている FX とかだと、今度はその株みたいなことを考えなくても、まあ今度はテクニカルを中心に考えればいい。要は CFD って考えてみりゃ、ファンダメンタルもあるし、テクニカルもあるし、両方かなり知識がいるっていうことが、まあやってみて分かったっていう。だからみんな手つけないっていうか、株は株でやってる人もいいし、FX はドル円とかね、FX でやってる人もいる。だから、本当好きじゃないとやらないかなって、ちょっと最近で本当に思いました。本当になかなかこう CFD って探してもね、こう、楽しんでやってる人はそんなにいないのかなって、思いましたね。まあ、ナスダックあたりをちょっとやってる人はいるなっていうのはありましたけどね。はい。ということになります。今ちょうどね、僕ちょっとまだ今画面をYouTube のもう一個出してないので、ちょっとごめんなさいね。今、ある方で YouTube をちょっと出そうかなと思うんですけど、あれないかな？あるか。これまたで、出るかな？今、僕の、あれ監視できてないんですよ。ライブ映像が。ライブ動画なんて言ったらいいでしょう。こっちの方が。今ちゃんと出てますかね？ちょっとこれ。大丈夫そうですね。ちょっとこのそばにどっか置いときながら、いろいろ見るものがあっていけないですけど、すいません。ありましたね。はい。しかも、ライブの方って全部英語じゃないですか。しのぶさんお疲れ様です。今日、見ましたよ。ライブ。しのぶさんのやつ。結構、車の
音が結構大きかったかなっていう印象だった。だからちょっと、声の方が、小さいイメージな感じですけど、でも聞こえはしました。ちょうど大高のあたりとか通ってる時とか、いろいろこう、喋ってるのを、15分くらいでしたかね。見ました。いいね、押しました。夜勤の週でした。なんか大変でしたね。お疲れ様です。はい。Mac で打ち切ったやつですね。そうなんだ。俺、ごめんなさい。最後の方見てなくて。そう。いや、でも、最近ちょっと、もう一回僕原点に戻らなきゃいけないなと思うんですけど、やっぱり、1000人超えて、なんて言ったらいいんでしょう。どうしてもこう、ちょっと欲が出ちゃったりするんすよ。なんかこう、ちょっと見てくれる人が、出るのかなとかね、なんかね。いや、と思いました。24時間はやりたいことだったので、あれはほっとけばいいっていうかね、自分がトレードをしたいっていうことで、なんていうのかな。英語表記にして世界の人とかのも学んでるから見ていただきたい。これはこれでいいんですよ。だけど、東雲さんのなんかこう、ライブ見てて、はっとまた気づいて、そうだよね、僕も最初これなんですよ。はい。自分がこう、なんかこう、人にこう喋る。で、もし、いたら仲間の人がこうやってね、来てくれて、喋れることが、目的っていうかね。よく書いちゃいけないなって自分で思うようになりましたよ。はい。中高年で、寂しい親父がですね、投資のネタを魚にですね、こう喋るみたいな。そう。これが僕が一番やりたかったことだったので、もう本当に、ありがたいな。で、よく書いちゃいけないなっていう。こういう、ただでさえマニアックな、チャンネルでですね、そんな登録者数が1000人いっただけでももう奇跡だと思うし、なんで、僕もね、また原点に戻って、誰もいなかろうがなんだろうが自分の言いたいことを喋るっていうのが、このチャンネルかなって、僕も本当に、思いましたんでね。はい。篠宮さんも本当に言いたいことを言って、そうだよなって。でも、僕もこう、気づかされたここがありましたんでね。はい。それでですね、話またコロッと変わっちゃうんですけど、今出してるノートパソコン。実はですね、今このパソコンで、ダイナブックの R732 っていうパソコンなんですけど、2013年のパソコンなのかな。で、僕今、これで、YouTube を、ライブとかアップしてます。で、割となんか今、ポストプライムでも OBS スタジオ講座とか使って、こういうライブをやりましょうみたいな感じで言われているところがあるのかな。ですけど、このパソコンね、ダイナブックの10年ぐらい前の中古なんですけど、今ね、5000円ぐらいで買えますね。で、しかも前言ったから SSD っていうハードディスクから今変わってるフラッシュメモリー、で SSD 入れて、で、この、メモリーを最大16までアップできるので、だいたいですけど、1万円かかるかかからないくらいで、結構今いいパソコンに仕上がっちゃって、で、OBS スタジオも入れれるし、いろんなことができるなっていう感じです。本当に携帯よりパソコン安いですよね。で、僕は今回またちょっとFX の方の FX 用の画面のパソコンもこれ買おうかなと思っております。で今回このパソコンで同じやつで今配信しているこの YouTube もこのパソコンでやってます。このパソコンもチューンアップして、やってる。ですけど、インターネットの関係は調子悪い時ありますけどね。だけど、パソコン側はね、本当にそんなに問題ないっていうかね、
とこなので、すごい便利だと思います。うん。まあ、またね、来週、落札、ヤフーオークションで落札して、うまくいけば FX の方もちゃんと、24時間配信をしていこうかなと思ってます。本当に久しぶりにこう、試験させていただいて、まあ自分のためですけど、ドル円とか、本当に FX のね、値動きもテクニカルもね、久々ですね。勉強させてもらうことがありました。やっぱり画面にずっと出してると見るんですよね。ちょこちょこでも。やっぱり大きい自分のためにもすごいなってるので。うん。また来週ね、もう一個チャンネルが増えて、もし、つけたり消えたりして、すいません。もしかしたらメールがちょっと行っちゃったりとかするかもしれないんですけど、それ本当ご了承ください。多分もうそんなにヘマしない気はするんですけどね、たまに動画配信の時のストーリームキーっていうやつが重複してますとかなんか設定でおかしくなったりする時ある。もうでも多分ないと思います。結構勉強してきました。はい。はい。ということになります。来週またね、もう一個チャンネルが増えると思います。まあ、これも24時間ですので、ほっといて。で、僕の方ではこの24時間のチャンネルのインジケーターであったり、テクニカルについての説明も、このライブでさせてもらいます。ただ、ちょっとね、やっぱね、マニアックすぎるなっていう印象があって、まあ、本当にどこ目線で喋るかってありますけど、やっぱ、マニアックなところもあるので、まあ、初心者用の話もするし、なんかね、今回使ってるインジケーターの説明とかもするしっていうことで、なんかバランスよくね、FX のこともこう、話せたらいいなと思います。当然、僕も勉強中なので、いろんな、木のりさんであったり、今日も木のりさんちょっと、また、勉強させていただくために動画出したいと思うんですけど、あと海外のね、よく見てらっしゃるトレーダーさんの動画出したりとかしていきたいと思ってます。本当に僕も、いつもこの、勉強させてもらってるっていうか、自分をテーマにしているので、まあこれ1年経ちますけど、YouTube でかなりいろんなこと勉強させてもらったなっていう感じはして、とても自分では楽しくなっています。はい。それではですね、その勉強時間について、まあ今日土曜日なので、ちょっと話したいなと思うんですけど、まあでも、しめじいさんや東雲さんは本当に勉強熱心だと僕は思う。というか、基本僕の、ところに来ていらっしゃる方って基本勉強好きだと思うんですよ。将棋であったりね、みんなね。勉強好きっていうか、学ぶことが好きな人しか今来てない気がします。当然ギャンブルチックな感覚を持ってる人ってそんなにいないし、本当にみんな、基本株とか経済興味のある人って勉強好きじゃないとやらないなっていう感じはします。じゃないと多分、積み立てしてても、積み立てしてほっといて、ね、こういう経済とかもほっといてっていう人多いかもしれないしね。僕みたいな、こういう、チャンネルで勉強好きじゃないかなと思うんですよね。って言ってますけど、ね。でですね、まあ、ご存知かもしれないんですけど、これ、ちょっと僕つなげてるというか、なんでここで今回、社会人の勉強時間は1日6分だけっていう記事が出したかというとですね、FX を勉強している人とかもそうなんですけど、社会人になって勉強しないっていうことは、どういうことかなって逆に考えるわけですよ。まあ、ここにちょっとまず先進国のサラリーマンは、世界先進国で一番学んでませんという、25歳以上の、グラフが出ているわけですけどね。一番勉強してるとか、よく北欧のあたりは勉強してますね。はい。まあ、日本はドベという先進国の中ですよ。発展途上国とかはやっぱりね、いろいろあると思いますけど。で、多分、その
日本のサラリーマンが勉強しない理由が、もしかしたら今更ですけど、終身雇用制度。これ、ちょっと前の記事だったら、トヨタの社長が、終身雇用制度を廃止する発言がありましたと。トヨタは時価総額で一番大きな企業ですと。僕らも、なんとなくそんな昔からなんとなく分かっていたけど、多分ですけど、一昔前の、そのサラリーマンの考え方、ずっと死ぬまでそこの会社にいて、その会社で与えられた業務をこなしていけば、そんなに自分で学ばなくてもお金はもらえるし、で、ストレスもかかる仕事もあるので、休日は自分のスキルアップのために勉強するっていうより、その疲れた頭と体を癒すために、気分転換をした週末を過ごしているということで、勉強しないんではないかっていう話なんですね。それでしかもですね、500万円以下収入の方、年収だと思うんですけど、勉強時間がゼロっていうことらしいです。で、勉強時間がゼロが何%って書いてあるかな？何%？でも、6分っていうことは、ほぼ、ゼロですよね、きっと。これ、でも何をもって勉強時間にするかっていう、ですよね。読書とかも、勉強時間に入るかとか、そう思いますけどね。書いてあるわ。読書も、勉強時間の一つって書いてありますね。読書も勉強時間で入れるなら、よっぽどですね。本読む人も少ないみたいですね。この間あれもやってましたね。経済のところで本屋さんがどんどん今潰れてますね。赤坂の本屋が潰れたとか。今全人口で本を読んでる人が 25%？20%？ 堀尾も言ってたかな。なんか2割ぐらい。2割から2割5分。4人に1人あたりっていう話も聞きます。で、今 YouTube、ここに書いてありますね。YouTube も勉強できる筆頭ですけどもっていうことで、そうですね。勉強 YouTube でできますもんね。これ別におすすめしてますけど、資格取得とかありますけど、とにかく何が言いたかったかというと、FX とかお金の勉強って十分勉強する価値があると思うんですよね。直接収入にもつながるかもしれませんし。で、なんで勉強しないのかなっていうのは、やっぱり学生の時からずっと18歳までやってきた勉強がですね、やっぱ嫌なものだったからとか、あと世の中に役に立たないから、その反動で大学生になったらちょっと勉強すると思うんですけど、社会人になったらもう自分の役に立つためとかスキルを上げるための勉強っていうのはしなくなってるのかなっていうのをすごく感じますね。そう、多くがゼロだからですね。はい。思います。で、FX なんかはきっかけでだからなんか9割負けるっていう理由の中に僕思うんですけど、いろいろトレードの心理とか売りと買いの心理とかあるじゃないですか。恐怖とか。普段だったらデモトレードだったらなんかこうやれるのに、本番になると、全然トレードとルール違ってやってしまうとか、いろいろ理由はありますけど、その前にですね、とりあえず儲けようと思って、いいお話を聞いて、で、勉強してないことが多いんじゃないかなって僕は思います。僕はこの FX のやらないとか危ないとかいう中で、勉強をする？勉強の量って人それぞれだと思うんですけどね。まず、
お金の勉強をする中で、この FX も同じだと思います。まあ、要は、短い期間で勉強する、短い時間足で勉強することが FX ですよね。で、長い期間で勉強するスイングトレードとかは、投資とか、積み立てとか、まあそういう老後とか、そういう風ですよね。だからまあなんか、僕チャートで言うと、5分足、15分足、1時間足は、FX の勉強、値動きの勉強、それから日足、週足ってなってくるたびに、投資、積み立て、そういう勉強、みたいな感じで、一つの、まあ、お金の勉強につながるのではないかなって思うんです。別じゃなくて。僕はそういう考え方を持ってるわけですね。で、最近ちょっと僕TikTok でもいろいろ出してるものがあって、まあこの漫画なんですけど、今結構漫画で、わかりやすい、面白い漫画、大人用の漫画、多分 TikTok だとね、もう、中高生多いので、見ちゃいけないのかなと思う内容もちょっとありますけど、皆さんも見たことありますかね？ FX で漫画とかも出すと、大概ですね、ひどいんですよ。悲惨な、見てもらうためかもしれない。ネガティブな話ってみんな好きだから、もうみんなFX 漫画って言うと、もうね、破産とかそんなばっかです。で、上位に来るものって全部そう。大損体験とかそんなばっかです。いや、勉強しましょうねっていう、多分、なんつうの話ってつまんないんですよね、きっと。なんか、儲かりましたか、損しましたかしかないのかっつうぐらい、FX の話題ってないですね。あ、この方、なんか投資家メンタリストさんって、この方確かポストプライムでいらっしゃった方かな。漫画描いてるんですね。ちらっと、なんか見たことあったので、漫画が出てますね。借金。どうしてみんなやっぱりこういう風になっちゃうんですかね。見栄えがいいんですかね、やっぱり。お金の話はやっぱり何万円から何万円になりましたとか、何万円減りましたって方がいいんですかね。僕はまあ、どちらかというと、こういうお話じゃなくて、ね、お金大事ですけど、勉強しましょうねっていうことを大切にしたいので、あんまりこういうのはあれですけど、本当多いです。はい。こんな感じでね。今日ちょっとこれ紹介できないで、またなんか面白いので見てくれるといい。漫画で FX でやると結構出ますよ。はい。というお話でした。はい。それでは、そうそう。今日また雑談ばっかでごめんなさいね。でも、今日実はもう今知ってます。皆さん期末テスト前なので、高校生またテスト前で僕結構テスト前で家庭教師とか結構あって、まあね、数2のね、ここね、結構今きついっす。三角関数の合成とか、アホ定理とか、覚えてます？これ、もうなんかね、最初もう、なんでこれが成り立つのかなっていうのが、最初この三角関数の合成って、最初わかんなかったんですよ。この、サイン、シータプラスコサインベータっていう風にして、簡単に言うとですね、この式が、サインとコサインがバラバラに一次式であるんですよね。なので、どっちかをサインに直したり、まあ、簡単にこのコサイン B コサインシータをサインに直して統一させる。そのために三平方の定理を使って、この斜めの線の、斜面の R を、三平方の定理で出すと。で、出しといて、サインで統一しておいて、じゃあ、サインの30度の場合、コサインの60度と同じ三角形の値だからって言って、ここにシータプラスアルファのこのアルファをいくつに持っていくかっていうものが、まあ、合成というものなんですね。
何のためにこれやってるのかなとかって思って、最近。まあ、下方定理の方はね、まあね、まあ最多コスモス最多はいいんですけど、この合成やってる時で、まあ確かに、サインの30度と60度のコサインは同じ値だから、同じものに、サインにまとめてね、やることで、範囲が分かったりいろいろするのはいいんですけど、まあね、まあ、多分、大学受ける子たち、大学共通テストとかね、あるじゃないですか、国立受けたりする子。あたりは、ここら辺が一番、まあ、ここと、数列の全化式、このあたりが一番めんどくさいっていう。もうこれ超えるとね、数2はね、指数対数なので、ロッグ使ったりするので、まあまあこの計算はいいんですけど、まあちょっと今一つピークを迎えてる場合もある。まあ2学期でもやりますけどね、これ。ちょっとごめんなさい。今日全然仕込んで、投資の話全然してないな。はい。ということでしたね。はい。まあ、今週ピークなので、まあ来週からまた、勉強、夏休みに向けてになるからだいぶ緩くなってくると思いますけどね。はい。まあでも本当に役に立つなと思います。もう僕はどうしても勉強好きじゃないけど、教えてる人なので、ね、自分が学ばないといけないし。まあそんな話ですね。あ、そうなんですね。電気系の仕事だと三角関数、そうなんだ。ソフト屋さんだと、そうですよね。めったにお目にかかれませんね。そうか。しめじさん、ソフト屋さんなんですね。あれ、じゃあ、ちょっと変な話、しめじさんは例えばこれトレーディングビューとかの下にある、ああいうのもわかるんですか？なんて言ったらいいんだろう。キックパラメーターって、全然関係ないですけど、ここのストラテジーデータって、なんかこれちょっと、いいのかな？見えるかな？これちょっと見えないな。ちょっと見えにくいです。ここのスクリプトってあるじゃないですか。パソコンの中の下の、ここに英語を入れたりとかして、数字が書いてあったり、このソフトを構成するっていうか、インジケーターとかを構成する、英語みたいなのがいろいろバーッと書いてあるんですよね。うん。ここでもいいか。すいません、また、雑談ばっかになっちゃいますけど、これのインジケーター、例えば MA のこれだと、このストラテジーをちょっと出すと、これ。この英語がいっぱい書いてるやつ。これをお気に入りに入れると、このスクリプトっていうのが、バーっと出てきましたよね。ここの、インプットなんとか、CC なんとか、ここに、これはもうインジケーターを作る、データベースになってますけども、もう、こういう風には作るっていうわけではないのか。ちょっと僕もちょっとソフト屋さんって聞いてこういうの見てわかるのかなと思って、ちょっと聞いたんですけど、ここの文字を大きくしたりとかしたいのに、このスクリプトのどこをいじれば文字が大きくなるかとか、なんか探すのがすごく大変で、わかんないんですよね。はい。インジケーターの文字を大きくしたいのに、全然スクリプトがわからないという。すいません、なんかこんな話しちゃって。はい。本当ですか。ね。なんかここになんかフォントとか書いてあれば、サイズが10とか、数字がいっぱいなので、わからなかったんですよね。だから本当僕的に今24時間ライブでやっている、こういうバイシグナルとかセルシグナル、トイダさんがちょっと、文字が小さいって言ったので、探したんですよね、このスクリプトも。文字を大きくできる、フォントサイズを大きくするのがないかなと思って。見つからなくて、これが。変にここいじれないなと思って、ちょっとやれなかったんですけど、まあ、はい。
本当は僕もそのこういうインジケーターをね、このダウ理論のここの数字、この2っていうのも書いてあるんですけど、1とか。これも、もうちょっと文字を大きくしたいなって思ったりとかしてますね。はい。すいません、また、それちゃう。ソフトウェアさんでそれちゃう。はい。それではですね、早速、30分経っちゃったので、今週の内容から簡単に振り返りをさせてもらって、相場の。で、特集の方にも移っていきたいなと思います。チャートの方ね、こっちの方だったら出しますね。はい。金曜日の値からちゃっとバーっといきますね。金曜日はダウとナスダックと、全部、上がりましたね。はい。これあれですかね、PMI かなんか良かったのかな。僕、ファンダ最近本当に疎くなってしまって、消費者物価指数か何かが、良かったのかなーっていう、なんか、ことで良かった気はしますけど、先物がどうだった？先物見てた時は、割と、そうですね。先物が金曜日上がったのがでも夕方ぐらいに上がってましたね。そうそう。金曜日の夕方、ユーロ圏の方が PMI っていうか、消費者物価指数がなんかいい値出てましたね。なので、ユーロとかヨーロッパ圏が金曜日良かったですね。まず夕方からポーンと上がってましたね。まあでも、アメリカもなんかあると思いますけど、すいませんね。恐怖指数の方は 6.27 と久々26まで落ちました。ドル円とユーロもあんまり変わっていません。はい。中国と香港の金曜日はまあ、ぼちぼちでした。香港 21,700。まあ、ちょっといいですね。はい。久々韓国と台湾が上がってました。久々です。そうですね。このヨーロッパ、イギリスも、ドイツも、でもいいって言っても全然だな。13,100 だもんね。ダックス。まだまだですね。ユーロも 2.8 に上がってるのに 3,500 しかありません。まだまだです。まだまだですね。世界経済全体に。インドも上がってはいるけど 15,600 でまだまだです。はい。東南アジアはそんなに変わっておりませんでした。うん。はい。主だったところ、南アフリカがちょっと反発したぐらいですかね。はい。世界経済は、金曜日はこんな感じです。全体、コモディティいきますね。金曜日のコモディティは、ゴールド、あんまり動きがありませんでした。あれ？珍しいですね。株があんだけ上がってるのにゴールドがこんだけ動きがないとは。そうですね。シルバーはちょっとだけ。でも、0.69 なので動きがない方だと思います。原油が、そうですね。ちょっと上昇して止まってて、最後、僕のとこシグナルでベアのシグナルが出てましたね。他な、最後ちょっと下げの包み足が出てたかな朝に。ちょっと、もしかしたら月曜日、向かい、開けて下げるかもしれないですね。はい。107ですね。天然ガスだいぶ落ち着きましたね。6.2。だいぶ下がりました。またでも収縮してますので、どっかを拠点に、パーンとどっちか行きます。絶対行きますね。あと天候で今日暑かったですね。もうこういう暑い時も天然ガスは絶対需要がやってきますので、日本だけじゃないから、アメリカの気候とかを、アメリカとヨーロッパの気候を本当に考えないといけないですけどね、ガスは。はい。そうそう。ホーンが変な動きしてました。これ合ってると思いますけど、はい。ホーンが先物、これあれかな、もしかしたら先物の取引の、はいはい。ラッセルの入れ替えが去年も、
あ、ほう。あ、じゃあなんかSQ みたいな感じですか？ラッセルの銘柄ね。はい。全然。お花さんどうもお疲れ様です。そうそう。まあ、全然関係ないですけど、多分、YouTube ライブのこのチャットを低遅延にしました。だから、割と今もしかしたらレスポンスっていうか、皆さんより、なんていうの、タイムラグが少なくなったかもしんない。何秒ぐらいかわかんないです。普通なんか1分ぐらいラグがあるかもしれないですけど、もしかしたら30秒ぐらいで喋っとるかもしれません。どれぐらいタイムラグがわかるかわかんないですけどね。全然お花さん全然いいです。本当にこんな、もう30分ね、ずっとね、雑談でした。はい、すいません。はい。お勉強しろよ、この野郎って言っている30分だったので、全然、はい。こんな YouTube でいいのかって感じですね。はい。はい。コーンが、そうですね。SQ とか、ああいう関係かな。ラッセルが影響するのがあるんだ。ラッセルの銘柄ってラッセル2000ですよね。どんだけ入れ替えるんですかね。これラッセル出てるかな？ちょっと待ってくださいね。ラッセル見てみますか。久々。じゃあアメリカで見るのか。こっちじゃないか。ラッセルはこっちか。あるかな？下がって戻したって感じです。これ CFD だからあれだ。時間外だからわかんないわ。市場とは違う動きしてますっていうか、そのアフターで動いてるかもしれないので、ここも、ナスダックも S&P も。ちょっと、ラッセルの、ここで出てないですよ。あった、ごめんなさい、目の前にありましたね。3.16、そうですね。まあでも、みんな似たようなもんですね。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。ラッセル2000だけじゃないですよね。メジャーなのはあれです。ラッセル、小型株のラッセル1000とかラッセル3000とかいろいろありますね。はい。どこら辺の組入れ銘柄なんでしょうかね。でも小型株が影響するって面白いですね。はい。はい。じゃあ、コモディティの方はこんな感じでいいので、じゃあ仮想通貨ちょっと見てみましょう。仮想通貨は今日いろいろ見てましたけど、主だったところはそんなに、ないです。ビットコインキャッシュがなんかえらい下げてましたね。そう。今日見てたら下げてました。なんでか、ガーンと下げてました。あとはそんなに、思ったほど動いてないなと思います。でも、アメリカがプラスになってる割には、そこまでプラス、マイナスがプラマイゼロぐらいですけど、あんまりアメリカの今株とクリプトは同じように動いてませんね。はい。そんな印象です。はい。では、S&P500 の1週間の動き見ましょう。これ昨日の S&P500 ですね。金曜日はこんな感じでした。さっき見たのでね。だいたいほとんどプラスでした。はい。大型株もみんな 4%、5%、かなり Google が 5% 上がってましたね。はい。金曜日はお疲れさんですって感じですね。はい。で、1週間のパフォーマンスに変えます。はい。でも、1週間でも良かったですね、今回。結局、1週間本当にこんなに良かったの？あれ？ 1 週間こんなにいいですか？ちょっと待ってください。S&P のこっち見ていいです？ちょっといいですか？自分のやっていることが信用できなくなっちゃった。S&P の、
日足をちょっと見ますね。なんで出ない？すいません。ちょっと出にくいです。ナスダックでも、いや、SP の方がいい。日足の方がいいな。そうですね。結局、昨日が大陽線が出たので、月、火、水、木、金なので SP500 も確かに、ここの水曜日が、日足でピンバー的な感じになっているので、あとは、上げてましたね。3600から4000、多分ですけど、この4000近くまで、ここか。4000近くまではなんとかって感じですね。はい。まだでもわかんないですね。この4000を目標にするんだけど、多分、日足のトレンドが、SP500 はまだ、ここ高値を、4200を上抜いてないから、日足でですよ。そうですね。売り目線ですね、まだ。ここですね。戻り高値、ここですね。今ちょっと簡単に分析させてもらいましたけど。SP500 は、4200を超えなきゃ、まだ、買い目線ではありません。はい。ここ抜けないと、日足ですよ。もっと短期でやるなら、ここもっと売ったり買ったりするかもしれないですけど、日足でね。ということですね。1週間ここ、上げましたね。でもまだまだ、トレンドラインを書く人は、SP500 でも、これぐらいに多分見てる人いると思います。はい。簡単に分析すると。ここの下落を試してくる。だから今ちょうど、3950近辺のあたりで、もうこれか。そうですね。3950あたりでもう一回売られるかもしれないと思ってる人は多いと思いますね、これ。はい。ここ抜けて、まだこの4200まで遠いですね。はい。という感じです。今ちょっと SP500 テクニカル簡単にちょっと紹介しました。はい。で、セクターで見ると、エネルギーが1週間で下げたのが印象的でしたね。シェブロンもマイナス 7% ですもんね。はい。ここが投資家の中ではもうどうなのと思ってるかもしれないですけど、いや、まだ、僕は1年ぐらいはまだまだだと思います。この間ちょっと10年ぐらいだと、イールドカーブで、原油の価格が65ドルあたりまで下がるかもしれない。あれは10年ぐらいの長期の話かもしれませんので、まだ1年ぐらいはね、まだまだ原油は高いと思いますね。僕は。高くなると思います。はい。世界の方を見ます。世界の方は、1週間だと、しのめさん良かったですね。アリババ 15% ありますよ。117まで行ってますね。気がつけ117か。すごいですね。いいですね。カナダがどっちつかず。ブラジルは下げの方が強い。ヨーロッパは、これもでも、イギリスは上がってますね。だいたい上がってますね。これ、下がってるのが、
BP なので、エネルギー系が下がってるだけなので、はい。ほとんどの、セクターと国も上がってます。南アフリカだけ良くないかな。ブラジルと南アフリカと、オーストラリアが悪いですね。ぐらいですね。東南アジアも、東南アジアちょっと、韓国がちょっと悪いね。台湾。こんな感じですね。日本ありました。あれ日本ここにあった。気がつかなかった。俺、ジャパンここにあるじゃん。一番右だと思ってた。日本は結局、ぼちぼちかな。今週日経どうだったか、ちょっと覚えてない。今週世界ばっかやってたので。これ、冷やしでこれでもわかるわ、日経。日経最後何 ?26,500? 26,500 ならまだいいか。いいのか。最近もう27,000超えこの間ちょっとキュッと28,000いきましたけどね。26,500 ならいいんじゃないと思っちゃいますね、なんか。はい。はい。ということで、分析の方が終わりましたね。はい。それでは、違うわ。いいな。セクター、いいですね。はい。それでは、特集の方に入りたいと思います。今日はですね、皆さん、スキャルピング、好きですか5分足チャートについてのお話になります。5分足っていうのは、本当に、ただ、わからないと、ビビってしまいます。だけど、これ合成の方ですね。いいお話というか、僕的には、まず、ここから接するか。動画を紹介する前に、ちょっとまず5分足のちょっと性質というか、ちょっと話しますね。はい。じゃあ、せっかくなので、このチャートで言うと、そうですね。じゃあ、コモディティ行ってみましょうか。じゃあ、原油行きましょう。原油。篠梅さんは原油1分足で遊んでるというか、やってるみたい。これ原油の5分足です。今日お話しする、まず、お話しするっていうか、解説して、木のりさんのお話っていうのは、5分足で一発でやったらこれわからんわと。その、最初に見る環境認識を、ぜひ、僕も24時間足チャートで、ライブでやってますけど、1時間足を見てもらって、1時間足のローソク足を見て、反転してるかどうかを決めて、そこから5分足を見てくださいっていうのがまず前提になります。で、これ今インジケーター入れてますけど、これ今日外国の方がちょっと出してるインジケーターになりますけど、スーパートレンドとこの話をまた後でしますが、この5分足の値動きをこう見るのは大変です。あとポイントは、こういう5分足を見るときに細かくしていってこうやって。みんなFX とか見てらっしゃる方もこう、一つずつのローソク足を見るんじゃなくて、こう細かくしてこう、ラインのように見ません？こうやって。でこの形を見て、5分足を見て、細かくなってるじゃないですか。この形を見つけたりするのも一つの手です。はい。だってこれ大きく、この間やりましたけど、大きくこうやってやっちゃうと、どういう形がどうかって、一本ずつ大きくしちゃうと、わからないこともあるじゃないですか。これだと、この細かいところが、三尊天井かな、何かなとかわからないし、ダブルボトムかなもわからないし、形を見るならこれ細かくしていくこと、こうやって。細かくして見ていくことは大事ですね。だから5分だからすごく敏感に反応するなっていうので1本ずつを見ていくっていうのは大変なので、形を見ていくっていうのも大事かなと思います。あとは、俺ここで話すより一応考え方の一つになります。で、僕は一応体験上1分と3分は基本ちょっとやってないので、今日解説はスキャルピングは5分とさせていただきますけど、多分1分とか3分も考え方は一緒で、1分の1個ずつ見るんじゃなくて、そのラインのようにこうやってね、
細かく、1分だともっと細かいこうやってギザギザが出てくるんですよ。形状が。だからそういう風に見て、こうやって見て、もういい形かなというところで入っていくといいのかもしれません。エントリーの時には細かい、時間足の方がこういう風に形状が見えやすいという特徴はあると思います。でもこれ全然知らない人はこうやって見てると、このゲジゲジしてるのもあって思いますけど、そういう時にこの間お話したこの、インジケーターというかこのね、黒い線、こういうのを使うと見やすいですのでね、ぜひね、利用してほしいなと思います。はい。それではですね、実際にきのりさんのところの、今日最初に日本人の方から、5分足エントリーの、これ、僕ちょっと何回か見てるので、YouTube で取り上げてないと思うんですが、もし見たよってことあったらちょっと違う回にしますので、この5分足の、エントリーの負けにくくなるコツの第6回目になります。10分ぐらいの動画になりますけど、また、こうやってね、見て、わかりやすいかどうかって僕も解説も補足も入れたいと思いますんでね、お願いいたします。ちょっと音の方大丈夫だと思うんですけど、聞いてください。してきたんですね。ただこれ皆さんもお気づきと思うんですが、いろんなことを言っているふりをしながら結局ずっと同じことを言ってるんですよ。それは何かと言いますと、5分足ばっかり見てるんじゃなくって、その上位足である1時間足とか4時間足もしっかり見てくださいねっていう、超ありきたりのことを言ってるんですね、つまるところ。でもこれをそのまま言っても心に引っかからないでしょ。耳に残らないと言いますか、ありきたりすぎてね、そんなこと100も承知やと感じてしまって、皆さんの行動にほとんど反映されないんですよ。なのでこういう風に手を変え品を変え切り口を変えて同じことを言い続けてきたわけです。この中のどれか一つでも引っかかれば儲けものなんですよ。どれか一つでも習慣になってきたら上位足の環境を合わせてみるっていうことができるようになりますんでね、だんだんと負けにくい体質に変わっていくということなんです。それがこのシリーズの狙いです。ということで前置きはこれぐらいにして本題に入っていきますね。今回のテーマはこれ1時間足の実態を見るということです。まず実態って何よっていうことですよね。これですね。1時間足のロウソク足のこの部分です。これを世間では実態と呼んでます。で、その実態の上下に上髭と下髭が生えているわけですね。皆さん割とこの髭の長さはよく意識されるんですね。髭が長いほど逆側に反転する動きにつながりやすいと言われてますし、実際そうですからね。でもこの実態がどういうふうに確定したかというのはあまり気にしないんですね。でもこれ重要なんですよ。特に終値がどの位置で確定したかというのが実はものすごく重要です。これを意識して5分足と1時間足を見るようにすると、これまでとは全く違う景色が見えてくるようになります。死の5の一手内で具体例をお見せしますね。その方が分かりやすいと思いますんで。これポンドドルの1時間足10月27日で、短期的な下降トレンドになっている場面です。こっち側は上昇トレンドなんで、こういう押し目買いを狙うブル派と、それとこの下降トレンドの継続を狙うベア派の攻防になりやすい場面なんですね。で、この部分を5分足で見るとこんな感じです。1時間足のこの部分がここになります。これ5分足を見ているベア派には何が見えるかというと、まず下降トレンドなんですね。で、その途中でダブルトップが出たと。でこっちの安値をわずかに抜いた後の戻りなんですね。だからこういう戻り売りを狙いたくなるんですよ。この下降の半値付近で反発してますし、売ったれってなるんですが、一気に逆行するんですね。でこれはなぜこうなるかというと、予兆はあるんですよ。5分足に1時間足のロウソク足を重ねると分かりやすいんですが、これが1時間足の陰線の終値がここなんですね。前
前回の終値と比べて切り上げてるんですよ。5分足はヒゲで安値を更新してるんですが、1時間足の実態は逆に切り上げてるんですね。だからこういうことになってしまったと解釈できるんですね。もちろんいつもこうなるとは限らないですよ。だからここで逆張りでもいいから買いましょうとは言わないですが、少なくとも自信満々では売れないですよということなんです。ここの終値を意図的に切り上げているかもしれないんでね。で、すぐ隣に同じような事例があるんですが、これですね、この部分、5分足は切り下げてきてるんですが、1時間足の終値レベルでは切り上げてきてるんですね。この辺は特に分かりやすいんですが、5分足は躍起になって下を試すんですけど、1時間足の終値、つまり実態はずっと同じレベルをキープしてるんですよ。最後に5分足の米派がめっちゃ頑張ってね、この辺の安値を更新したんですけどダメだったんですね。戻された上に1時間足は陽線で引けたんですね。ここで打った人は全員捕まっている状態なんで、ここでしょうね。ここの押しで買えばこれが取れます。あるいはこの陽線確定で買ってもいいですね。この状況で新規に売ってくる人はまずいないです。もし下げたとしたらそれは利食いの売りなので押したところを買えばいいんですね。するとこれが取れます。こんな感じです。5分足の値動きを見ながら1時間足の実態の形、特に終値の位置に注目すると有利に戦えるということです。もう少し事例を見ていきますね。ここですね。さっきのパターンと似てますね。5分足は安値を切り下げてるんですが、1時間足の陰線の終値はだんだんと切り上げてきてるんですね。で、最後にこいつですね。頑張って下げたんですが、ピンバーで戻されたと。もうこの辺りでベア派は諦めムードなんでしょうね。で、最後にこの陽線が立って、この高値を抜いて決着がついたということですね。ですので、この押しから買えば、ここが取れます。ストップ。ですね、今の値動きのところ、難しいお話もありますけど、一つおすすめしたいチャートの形として、もし皆さんが5分足、この今のわかります？ 5 分足チャートを出しながら、1時間足チャートを重ねているこのもの、青色と赤色のもの、もしこれを出した方が、1時間足と5分足を、判別するのにいいというなら、これもインジケーターありますので、トレーディングビューでも。僕は、これ、一時期ね、1時間足で、1時間足を隣で僕は出してるので、1時間足に4時間足のこれを使ってました。はい。4時間足の環境認識をしていきたいので、ローソク足4本分をまとめて、これを使ってたんですけど、もし今、トレーディングビューとかMT4 とかもそうですけど、1画面しかできない。MT4 は無料でも2画面、3画面出せるかな？トレーディングビューって確か2画面出せないんですよ。有料じゃないと。無料の人は1画面しか出せないので、もし1画面しか出せずに、ちょっと他のをやって、インジケーターを出したいときは、どうしようかな。今ちょっと雑談になっちゃいますけど、この自分でまたこう調べるときにこういうのいいと思う。上位足の、ちょっと今、トレーディングビュー使ってらっしゃる方がいたらですね。ですね。名前がね、今24時間の出せるかな。こっちお試しチャートなので、ちょっとごめんなさいね。出せる。今ちょっと、仮想通貨です。マルチタイムフレームだ。マルチタイムって言いますよね。マルチタイムっていう風にこの検索で入れていただくと、
ストラテジーとしていろんなものが出てきますので、多分、上位足。例えば今これ24時間の方を今出してますけど、こっち5分足の方でさっきのこの木のりさんのような形で出したいんだったら、こっちの方で5分足を出しといて、インジケーターの方から、マルチタイムフレームとか、マルチタイムとかって入れていただくと、こういうインジケーターというか、出せますのでね。MT4 の方はどういう出し方するかわからないんですけど、トレーニングビューも簡単に、できますのでね。ぜひ、もし、こういう風に重ねて見られるときは、5分足でエントリーしたいけど1時間足を待ってっていうときは、これ使ってもらうといいのかなと思います。マルチタイムフレームですね。はい。すいません。続きですね。これどこだっけ？こっちか。はい、すいません。ちょっとだからこの辺でね、もぞもぞしている時に5分足の値動きだけに注目するんではなくって、1時間足の終値の位置も見てくださいということなんです。最後にもう一つ分かりやすい事例をお見せしますね。これがポンド円の5分足10月の26日夜の11時頃なんですが、1時間足を見ると上昇トレンドなんですが、上げた先っぽで、こっちにね、なんか抵抗になりそうな高値があるんですね。だからここから買っていけるかどうかはちょっと疑問なんですが、ただ5分足しか見てないような人は、この上昇後にレンジがあってここで上抜けたと見てしまうんですね。高値更新で上昇トレンド継続やということで、こういうおしめから買っていこうとするんですよ。でもこれ1時間足の実態を確認してみると、終値はずっと切り下げてるんですね。これ分かりやすいでしょ。5分足は高値を更新してるんですが、1時間足の実体レベルでは逆方向に向かいつつあるんですよ。ちょっとしたダイバージェンスみたいなもんですね。ローソク足の値動きによるダイバージェンスですよ。面白いでしょこれ。だからこういう状況に気づかないで5分足しか見ていないブル派は、この辺で買ってしまって死ぬんですね。順張りの押し目買いしたのに負けたわな、なんでやとなるんですよ。これは一人で考えていてもなかなか答えは出ないでしょうね。こういうチャートの見方もありますよと誰かから教えてもらわないとまず自分では気づかないです。はい、知っているか知らないかの違いだけですよ。でこれを知った上でこういう状況にまで目が届くようになると変な負けを回避できるようになるんですね。だからこの動画を見た限りはもうこれからはね、こういう場面では騙されないようにしてくださいね。で上手い人はさらにこれを利用してね、騙す側に回れるんですね。ここで売り叩くんですよ。もちろんこれだけを根拠にするわけではないですよ。こっちの環境認識があって、水平線を引いたり、あるいはね、ここにエクスパンションを当てたら161.8 が来るなとか、こういうのがあって、で最後にこの状況も根拠に加えてここで売るんですよ。こう言ってはなんですけれども、5分足しか見ていないトレーダーって、上手い人から見たらね、美味しいんですよ。飯の種なんです。しかも面白いというね。数値だけ見てね、例えばこの 161.8% で反転するかなって、考えるのはちょっと機械的じゃないですか。確率的には勝ちやすい場面なんですけど、あまり面白くはないですよね。でもここでこういう状況になったから5分足トレーダーが騙されよんのちゃうかって、考えながら見るのは面白いでしょ。だからここは狙って取れる売りなんですよ。確率で有利な場所である上にこういうちょっとパズルめいた値動きですけど、これを紐解けるようになるとトレードできる場面が増えてきます。ちなみにこれは私の感覚なんですが、こういう場面ね、1時間足が5分足を騙すような場面ですけれども、これはポンド絡みの通貨ペアで起こりやすいような気がします。多分それはね、ポンドって値動きの幅、ボラティリティが大きいんですよね。なので必然的に5分足がこういうオーバーシュートをすることが多いようなんですね。でそんな時に1時間足の終値との関係がアンバランスになると、チャンス到来ということになるわけです。このポンドで起こりやすいかもっていう説は特にデータを取って検証したわけではないです。私の個人的な印象に過ぎませんので、ご参考ということでご理解ください。はい。
今の話でちょっと株の方で言うと、今、5分足の場合だと、1本のその実体の、ボラティリティが高いですよね。これ上抜けたって言っても5分で上抜けたり、10分で上抜けていても、本当に短期間のものであって、多分、木のりさんはあんまり騙しっていう言葉を使わないのであれですけど、上位足で確定して、もうなんかね、5分もね、どちらかというとエントリーするタイミングは測るけど、木のりさんが、おっしゃっていることの中では、もう1時間足でほぼ8割かぐらいは勝てるっていう言い方をします。だから多少ここが売りと買いの目線が違っちゃいけないですけど、5分足を見てやるより1時間足を見てもエントリーの場所を例えばこれで言うと、切り下げているっていうことを分かって、売りを、じゃあどこで仕掛けるか、5分で言うと、今の美味しいとこで仕掛けれるか、違う、もうちょっと下で仕掛けれるかっていうのもあるにしろ、売りっていう目線を見ちゃえば、どこでも売りで儲けることができるっていうことなんですよね。だから多分5分足で考えるとビビらないで、1時間足で売りだからっていうことをね、見つけることができたら、あとはどこで売ろうかっていう話になりますのでね、それをね、大事にしてもらえたらいいんじゃないかなって思います。で、僕の方では1時間足のインサイドバーとかアウトサイドバーとかシグナルを少しずつ出しています。ここ見てくださいねっていう風に。で、ちょっと自分のところであれ違うな。これか。今、例えば、ちょっとごめんなさい。エイダって仮想通貨になってますけども、こちらが1時間足です。1時間足。こっちが5分足ですね。なので、まず、見方としては当然このインジケーターのこの赤いやつ、赤いやつが、売りなので、売りの大きい、インサイドバーが出てますので、売り目線がいいですよということで、ちょうどね、この後、セルシグナルがこう出てまして、セルが2つシグナル出てますけど、エイダ、ちょうどここのところからバーンと売られて下がってきているわけなんですけど、今のここのね、切り下げ、1時間足の実態で、レンジで下げてきているなっていうのを見えるようだ。これ上げてきてるようには見えないと思いますね。これを一応注意してもらって、どっかのサポートラインや、多分、さっき、木のりさんはここの高値と安値のところ、イボ当ててましたね。そういうやり方でもいいと思います。実際、これは、この、エイダのフィボが入ってましたね、ここに。ここで入ってるんだ。1時間足でここでフィボ入ってましたね。すごいですね、これ。0.236 でパコーンと下げてますね、ここのフィボのところで。サポートラインと。みんなここ、うれーってなってましたね。この赤い線で。シグナルも出てますね。ということで、こちらの実態を見てもらって、売りか買いかを考えてもらって、こっちでタイミングを測るという風にね、考えていただけたらいいと思います。本当に木のりさんの、動画っていうのは、もうインジケーターなしというか、でも意外にいろいろフィボナッチ使ったりとか好きだと思います。いろんな証拠を集めたりするので。で、僕も木のりさんが言われているインジケーターとかを、なんとかいろいろ組み込めないかなっていうことをいくつかね、入れさせていただいております。はい。じゃあ、こんな感じですね。はい。まず、日本人の方の、5分足の見方でした。それではですね、後半ですけど、今度は英語バージョンというか、全然その5分足のスキャルピングの、考え方とかインジケーターが違う方の紹介になります。これはね、僕的には使ってるんですけど、インジケーターとして。どうかなーっ
っていう気はしてます。これ一つの勉強として、こういうインジケーター、こっちのね、ストラテジーになりますけど、参考にしてもらいたいなと。僕は1時間足だったらいいけど、5分足だと、検証してね、あんまりどうかなと思ってはいますけど。まあでも、すごく注目されていたものなので、お見せしたいと思います。いつも出してる3人の、外国人の方の、今ちょっと出てるのかな。ちょっと待ってくださいね。これ、ミニにした方がいいんだな。この方が見やすいです。ちょっと大きくしますね。翻訳は大丈夫だと思うんだけど。あ、これ翻訳がここで入るのか。これで、入らないのか、これ。ちょっと待ってください。これ入るかな、これで。入るね、入るね。これ、すみません。最初は、あれ。なんだっけ。俺の顔でちょっと見えないじゃないですか。邪魔っすね、これ。今ちょうどやっているのがですね、1分足5分、今ね、ビットコインの3分足です。3分足です。ストラテジーを入れようとしてます。この方のストラテジーは、ちょっと止めます。この方のストラテジーは現在、僕探したんですけど、なかったです。ナチュラルネットワークっていう、なんか、この動画自体は、2021年の10月なので、1年も経ってないけど、探したんですよ。トレーディングビューで。出てこなかったので、これと似たようなものは紹介できるかなと思います。はい。まあ、この方が推奨しているやつはちょっとなかったので、どういうものかをまた聞いてくださいね。If you focus here, you will notice the presence of this sign, which means that this indicator is integrated with a strategy as well. And please allow me to thank the neural network programmers for their wonderful indicators on the TradingView website. さあ、出てきました。もう、ごめんなさい。英語がいっぱいでめんどくさいなと思ったので、ちょっと簡単に僕の方でもう説明します。この、見えますかね、グラフが。なんか虹みたいにシャーってなっちゃったやつと、バイとセルのシグナルがあって、それから、平均線がね、もうこれ大きくしちゃうか。っていうのはあれです。なんだ、ごめんなさい。ジャインピクチャーしてるとあれですね。消えちゃうので、もうここでいきます、これで。はい。これは、ここ、線見てください。この赤色の線と青い線が出てますよね。これ、平均線の移動平均線をいくつか合わせたものです。いいですか？SMA っていう移動平均線と、EMA っていう平均線と、HMA っていう平均線と、いくつかの平均線を総合して出した平均線です。で、確かね、パラメーターがね、20とかだったと思います。はい。まあ今これ20を出してます。20の人が、アメリカの人が多いのかわかんない。とにかくこれが20を使っていて、まあ見ていただくと買いと売りシグナルの時は赤のゾーン。買いの時には青のゾーンという形でなってます。で、この移動平均線と合わせてスーパートレンドと一緒になってます。前、スーパートレンドの話したと思うんですけど、これ、スーパートレンド見にくいですけど、ローソク足のシグナルが何本かで変わった場合に、スーパートレンドっていうのが出ますよっていうことで、バイとセルが出てますね。なので、スーパートレンドと平均線を合わせたシグナルと考えてください。で、僕、これが、まだ5分足で試してないんですよ。ここまでのやつ。1時間足で試してます。
1時間足はなかなか、今シグナルで、株の方で、1時間足でスーパートレンドシグナルっていうのを入れてるんですけど、検証してるんですけど、まあまあの確率かなと思います。ただ、この方は5分足でどうもスーパートレンドと平均線を併用したインジケーターを使っているということですね。ちょっと多いので早送りして、どういう感じになってるか。ここね、実はこれちょっとむずいのでね、ここ実はパラメーターがいっぱいあるんですけど、パラメーターをいくつかこう変えていくんですね。はい。だけど変えていったときに、多分このパラメーターを変えるときにバイシグナルとセルシグナルあるじゃないですか。これパラメーターを変えていくと、当然このバイとセルのシグナルが変わっていくんですよね。だから多分それに合わせたくて、このパラメーターを少しずつ変えて、実際このチャートとバイとセルが合ってくるかっていうのをいじったりします。なのでこの方はパラメーターが EMA、これ使ってないな。EM9、21、55、100、200になってますけど、これ使ってないみたいですね。HMA っていうの、HMA ラインっていうのを使ってますので、ここ HMA ラインですね。はい。パラメータをいじっていきます。みんな、パラメータわかんない場合はデフォルトですけど、いじっていきますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと早送りしていきますね。For EMA pressure according to its location in the indicator panel. As you can see, let's start the search and look at the profit numbers and percentage numbers. これ分かった。検証結果やってますね。75% って出てますね。ちょっとすごいですね。75%。3分足で、このインジケーターで70% 超えてるのはなかなかすごいと思います。今、検証してるっぽいです。変な話、木のりさんの言う1時間足を見てやれよっていうのもあるし、僕まだ使ってないですけど、5分足あたりで、スーパートレンドと移動平均線を使ったインジケーターを入れるのも一つ手段としていいかもしれません。はい。これ多分今、やってますけど、ずっと 70% 超えてますね。書いてありますね、ここに。日本語になってました。1分、3分、5分をスキャルピングするための最良トレーディングビューインジケーター 75% 以上と書いてありますけど、はい。ではですね、ここから、この紹介していただいた方が、1年間で再生回数が38万で、コメントが1000ぐらい来てたのかな？1000ぐらい来てますね。うん。で、仮想通貨でみんな使ってるみたいなんですけど、いろんな形で使えると思います。仮想通貨、やっぱりテクニカル要素強いのでね、あれですけども。ではですね、このインジケーターをどういう風に、今ないって言ったんですけど、今、ここで僕の方で説明すると、こっち。今見えますかね？これ大きくしますけど、原油のさっき言った5分足です。ここにこれ、スーパートレンドと、スーパートレンド、これは平均足の、アベレージの平均足。見えます？緑と赤色が出てると思います。はい。これがまず、僕の場合この、CM さんの、いつもよく使っているこのインジケーターの CM マルチメイト MA MTF-V2 っていうこの結構人気のコミュニティスクールの方で見ても
トップから、この、よくある人気の、ところから、上から、この CM って書いてある、そう、本当に、そうだ、あともう一個この CM って入れていただくと、本当に有名な、なんか世界で有名なのかわかんないストラテジー、今のこのストラテジーを使えるものすごい開発。この人、チャーティストなのかな？プログラマーなのかな？とにかくこの人すごい評価が高いですね、なんでか。まあ、僕はこの中の、CM マルチメイト MA MTF-V2 っていうのを、こちら、これ見えますかね？この緑と赤色の買いと売りのあたり、この移動平均線の総合的な平均線、この一本で相当効いてます。効いてます。すごい見ていただくとわかるんですけど、売りのところ、買いのところ、本当にうまく効いてると思います。これと、スーパートレンド。見てください。この緑色の線、こっちの線見えます？このギザギザギザってなってる線。と、矢印出てます？ここに。矢印出てますよね。ハイシグナル。これ、スーパートレンド、V1.0 っていうやつですけど、ここ買いシグナルが出てて、ここから買いだよ。この平均線も上行ってるよ。ね。ということ。で、ここ。スーパートレンド。ここから売りだよ。本当の売りは多分、もうちょっと上からでもいけるかもしれない。スーパートレンドがちょうど出てきて、スーパートレンドも出てきて、この平均線も赤くなってきたよ。下だよ。この2つを融合させてると、割といい傾向に、これも買いだよ。この矢印があるところがちょうど緑色のこの平均線がちょうど来てるよってことで、買い目線。はい。かなり取れますね、ここ。売りだよ。このスーパートレンドに関しての1時間のシグナルとは割と効いてます。これ5分だ。間違えた。5分足ですね。原油の5分足ですよ。まあまあ、これちょっと、面白いとは思います。僕はまだ、24時間では試してないですけど。お疲れ様です。しめじさん、ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。はい。ぜひね、このスーパートレンドと平均足の総合的なこのライン、これを入れてもらって、5分足で、このシグナルも入れて、ちょっと試してみてください。試すっていうか最初にお金をかけたくない場合は、これを入れたときに、ここで買いシグナルが出てて、ちょうど、今、買いシグナル OK だな。ここ買いシグナルが出てるな。ここ売りシグナルが出てるな。とかね。こういう感じですよ、検証は。ここに、買いシグナル出てるな。これ上がってきてる。いい、OK だな。これ売りシグナル出てるな。ここ、売れるな。これかなり効いてますね。5分足でも。ここちょっとダメですね、これ。この売りシグナル出てるな。でも結局レンジになってますので、こいつはダメですね。はい。とか。これでもこういうのが嫌いな人だと、こういうの勉強嫌いだとやらないですよね、きっと。ここ、買いシグナル出てるよな。結構取れてるな。とかね。ここ、売りシグナル出てるよな。でも、これは難しいですね。これトップですね、ここ。ちょっと上がってますけど、ロスカットしちゃうかもしんないな、これ。ここ難しいですね。はい。売り出てるけど。とかね。これぐらいでいいですかね。原油の5分足で今ちょっと簡単に、このシグナルが本当に正しいかどうかっていうのをね、ちょっと検証してみましたけど。はい。
ぜひ、まあ、こういった、僕の場合はテクニカル上の、このストラテジーも入れつつ、当然、木のりさんの、値動き、プライスアクションとかも見ていって、総合的に考えるべき。オートマチック、まあ、いつも言いますけど、オートマチックの自動車だけ乗るだけだと、乗り方がわからない。全然、それが機能しないっていうかね、と思います。これだけで頼ってもいけないし、今日の話の1時間足の実態から下がってくるのを見ても、全然いいわけですし。はい。それがちょっと見にくいんだったら、こういうのも、インジケーターもうまく使ってね、やっていただくといいんじゃないかなと思っております。はい。でですね、どうしましょう。実はあんまり最近、こういう値動きの話、僕はすごく自分の勉強にはなるんですけど、なんか今ちょっと迷ってるっていうか、実は、ちょっと時間経っちゃったな。こちらの方なんですけど、FX のメガバンク投資講座さんっていう方がいらっしゃるんですね。次回でもいいかな。この方。この方の一番再生回数があった、もう珍しいと思うんですよ。FX で100万、120万再生回数あったんですよ、これ。はい。なので、ぜひ勉強させてくださいということで、まあ、許可いただいたんですけど、今日じゃなくてもいいか。何かというと、中学生でもわかる FX の始め方講座みたいな感じ。うん。ね。だから、テクニカル部分は、まあ、いいとしても、なんか講座を始めるときのなんていうのかな、FX 講座の作り方だとか、そういう内容とかのものだと思いますけどね。でもこの方あれですね。結局、テクニカル教材をプレゼントしてるんですね。もしかしたら、あれかな。カウンセリングをされてる方かな？よくわかんないですけど。なんか無料商材って書いてあるとちょっと何かなと思っちゃいますけど。はい。まあ、でも、すごく、再生回数が多い、日本人の中でも FX の中でも結構多かったので、またこれ、紹介できればいいなと思っております。今日、12時半で終わり予定ですけど。そうそう、こういうFX ってどういう時間帯で、トレードしてるのとかって意外にまだ知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、こういう、ニューヨーク時間とかあるじゃないですか。香港の時間とか東京時間とか。こういうのも話したりとか、システム的なものもっと言うと、FX ってやっぱりレバレッジが高かったり低かったりするので、この単位の1ロットっていう単位がどういうものかだとか、こういったお話をしていただいております。またこれ来週、特集で、メガバンクさんのところからまた端折ってね、やっていきたいなと思います。このテクニカルのこともすごく、書いてらっしゃるしね、わかりやすいんだと思うんですけど、はい。でもまあ、一個ずつがすごい、本当にこう初心者の方にわかりやすい、内容にはなってると思うんですけど、僕的にはここのプライスアクションに関しては、木のりさんが僕好きなので、ここはまたよかったらこのメガバンクさんの説明も、多分先生みたいな感じで優しく喋ってらっしゃったので、わかりやすいかなと思いますけども、僕はここで木のりさんにどんどん、紹介していいも悪いも教えてくださいって、コメントいただいたので、どんどん僕も勉強させていただきたいなと思ってますので、ここは、また、メガバンクさんのよかったらね、この、ローソクパターンとかね、見ていただけたらいいかなと思います。僕はもうどちらかというと、このパターン一個ずつ知るよりも、トレードをしていく工程ってあるじゃないですか。それで、日足、4時間、1時間、5分、こういう時間して見ていくときに、
どういったものを使って、どういったものをインジケーターとしていくつか証拠を見ていくよってこれがなんか一つずつブツブツに切れてるとですね、これもいいよ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 って、じゃあ何を使ったらいいかがわからないから、その一つの流れの中で5分足まででトレードするときに何を使った方がいいかっていうのをいろいろ示していきたい。例えば1時間足だったら僕は1時間と4時間だったらフィボナッチのリトレースメントはおすすめできるなとか。で、日足から4時間足とかの長期で見るんだったら、ダウ理論。ね、プラクタ構造。あとは、なんだっけっていうんですかね、ジグザグのやつですね。それを見てって使うとか。どの時間してどういうものを使うといいのかなっていうのがあると思うので、僕はそれをうまく伝えていけたらいいなって思います。自分もそれでインジケーター出してるので、実際にそのトレードしていくのに役立つものを、その時間足に合ったインジケーターを出してますので、はい。っていう話になります。っていう、いろいろ言ってる間に、やっぱり、紹介できなかったので、またFX の内容がね、最近多くなってきましたので、しっかりFX の講座のことについてとかもね、そういうのも一緒に勉強していきたいなと思っております。はい。それではですね、火曜日ですね。11時から、で、来週の土曜日は、お花さんごめんなさいね。もしかしたら11時半になるかもしれません。土曜日ね。っていうのは新しいちょっと家庭教師先というのが割と、トヨタなんですけど、遅いっていうか、10時ぐらいに終わるので、いろいろやると11時ちょっと前に帰ってくる感じになっちゃうから、準備とかいろいろあると、土曜日はもうちょっと遅めになっちゃうかもしれません。すいません。しめじさん多分きっと眠くなっちゃうと思うので、きっとしめじさんすごく責任感があるので、いつも11時ジャストに来ていただいて、今日なんかあれですよ、チャット見ていただくとわかるんですけど、11時ジャストで何も言わず、音声 OK ですって入れてくれるので、もう完全にしめじさんが僕のディレクターみたいになっちゃってて、本当にきっちりされてて、ありがたいんですけど、多分、いないのに言っちゃいけないですけど、シュビティさんがもしディレクターのためにギブできてたらちょっと申し訳ないなと思って、必ずそれでしかも12時ちょっと過ぎにはちゃんと就寝になられるので、すごくしっかりされてて、なんか本当にあれですよね。いろんな方、こうやって来てくださいますけど、レギュラーの方のなんか人柄やパーソナリティって実際にまだ言葉でこうやって喋ってないのに、なんか雰囲気伝わってきたりとかしますよね。嬉しいっていうか、はい。はい。はい。皆さんでね、一緒に今の時期、FX ってなかなか手つきにくい、もう私たちその株から来てる人間からすると、わかりにくいかもしれませんしね。僕はどっちかというと、最初 FX だったんですけど、すぐに、株の方とかに楽しくなっちゃって、ナスダックとか楽しくなっちゃって、っていう人間なので、ちょっとかじったぐらいだって、今本当に最近本気になったっていうのはこの最近ですのでね。はい。またね、一緒に、いろんなことを中年で、中高年の人が、学生や社会人に負けないくらいね、楽しい勉強をね、して学んでいっていけたらなと思います。なんか生涯学習みたいな感じですけどね。はい。ずーっと学び続けれるように、喉もね、いいように、いつまで経っても、ちゃんと喋れるようにね、一緒に学んでいけたらなと思っております。はい。じゃあ、火曜日ね、11時からまたなんかいろいろちょっと考えて、出したいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。どうも遅くまでいつもありがとうございました。では、失礼いたします。